皆様、お久しぶりです。バキ。フェイサルを神袖です。突然ですが、皆様は今年に販売が開始されるウルトラマンカードゲームをご存知でしょうか？そういえば7月10日に情報解禁されたね。秋は忙しくなりそうね。ということで今回はウルトラマンカードゲームについて色々と話していきたいと思います。それではどうぞ。ごゆっくり。まずはウルトラマンカードゲームとは何かというところから解説していきます。そもそもウルトラマンカードゲームの存在っていつ出たんだっけ？ウルトラマンカードゲームの初情報は昨年10月18日につぶらやプロ公式サイトにて公開されました。この時点では2024年夏よりサービス開始し、サービス展開予定エリアは日本だけでなく、北米、中国本土、香港、台湾、東南アジアに展開されると発表されました。中国で人気なのは知ってたけど最初から世界展開はびっくりしたよね。他にもウルトラマンゼロとゴモラの4枚のカードが公開されました。カードデザインは実写の写真に加え、書き下ろしイラストが使用されています。書き下ろしイラストにはウルトラヒーローや怪獣のデザインを担当している後藤正幸先生や、デジモンシリーズなどで有名な渡辺健二先生がイラストを描かれています。また裏面はこのような感じで、サイズは遊戯王などと同じサイズでした。その後は日本でつぶコン開催記念でゴモラのプロモカードを配布するキャンペーンや、11月24日から26日までシンガポールで開催されたアニメフェスティバルアジア23では私有会が行われました。その後はあまり動きはありませんでしたが、6月には海外で様々な体験会が開催されました。そして今月の10日についに情報が解禁されました。公式の説明文ではウルトラマンカードゲームは子供から大人まで楽しめるゲーム性と、世界各国のクリエイターが書き下ろした特別デザインのレアカード展開など、高いコレクション性を備えています。2025年からプレイヤーが真剣勝負を楽しめる世界大会の開催を予定しており、2026年春には世界各地で行われる地域予選を勝ち上がってきたプレイヤーが参加する決勝大会を東京で実施するなど、世界中のウルトラマンシリーズファンやトレーディングカードゲームファンを魅了するサービスをお届けします。なんていうかスケールでかいな。まあ世界15カ国で発売するみたいだしつぶらやさんも相当気合入ってるね。続いては10月25日に発売されるスターターデッキについて解説していきます。一つ目は映画、ウルトラマンテガ、ウルトラマンダイナー&ウルトラマンガイア、ジョージ空の大決戦を題材とした、スターターデッキ01、ジョージ空の英雄たちです。こちらはリソースを確保して戦うデッキとなっているとのことです。そして昨日公式 X より、トップレアのイラストが公開されました。かっこいいんだけどこれどこで誰と戦ってんの？そしてもう一つはウルトラマン Z 第6話、帰ってきた男、第7話、陛下のメダルを題材とした、スターターデッキ02、ゼロの絆です。こちらは敵との相性とスピードを重視して戦う速攻デッキとなっています。この2つのスターターデッキは10月25日に発売され、価格は税込み990円となっています。内容は構築済みデッキとプレイシートに加え、次に紹介するブースターパックが1パック付属しています。ってことはスターターデッキ買ったらパックから出たカードですぐデッキを改造できるのか。そしてスターターデッキ発売から1週間後に発売されるのがブースターパック1、星の守護者たちです。このパックには先ほどのスターターデッキを強化するカードや、最新作のウルトラマンアークやブレイザーなどのウルトラマンや怪獣などが収録されています。そしてトップパラレルにはテガとアークをデザインした、丸山博先生と後藤正幸先生による書き下ろしイラストが封入されています。絶対シングル価格高くなるだろうけど自引きしてほしいな。ブースターパックは11月8日発売で、価格は1パック税込み198円、1箱では24パックで4752円となっていて、ボックス封入特典にはゴモラのカードが付いてきます。そしてブースターパックと同じ日にスリーブ、デッキケース、プレイマットが発売されます。予約サイトでは赤ベースのデザインと白ベースのデザインと2パターンが用意されているそうです。白ベースのデザインは先日の情報番組で使われていたね。おそらく赤ベースのスリーブもこのような感じなのかしらね。ちなみにスリーブのサイズはスリーブ70枚入りでサイズは縦 92× 横 66mm と、ジュエマやポケカといったスタンダードサイズとなっていますので注意してください。そして体験会ですが、1週間後に開催されるウルサマで先行体験会が行われるそうです。といっても体験会は7月29日からだったり、会場内で整理券をもらわないと参加できないなど、色々注意事項が多いので参加前によく読んでおくといいでしょう。さらにウルトラマンカードゲームと連動してスマホでコレクションできる、ウルトラマンデジタルカードコレクションが9月26日にリリース予定です。こちらのアプリは毎日のログインやミッションのクリアなどサービスを使えば使うほど人気キャラクターのカードを手に入れることができるそうです。さらにデジタルカードコレクションではサービス利用者が紙のカードをゲットできるイベントなどのウルトラマンカードゲームと連動した様々な企画を予定しているそうです。今なら事前登録キャンペーンもやってるからぜひ登録して豪華特典をもらっちゃおう。また、カードゲームに欠かせないゲームルールは後ほど別の動画で詳しく解説していくので、今回は軽く話していきます。ウルトラマンカードゲームは現在の TCG に多い自分と相手のターンを交互に繰り返すタイプではなく、同じターンでカードを出し合ったり、バトルを行うといった感じで、近いところで旧デジモンカードやボードゲームのバトルラインが似てる感じですね。
結構わかりやすいルールだったし、最後まで決着がわかんない感じも面白そうだよね。続いては今回コレクション性に関わるイラストを手掛けるイラストレーターさんを紹介していきます。まずは先ほど話したテガからメビウスまでデザインやキリエロイドなどの怪獣デザインを手掛けた丸山博先生。ウルトラマンゼロからアークのデザインやグリッドマンのデザインを手掛けた後藤正幸先生。デジモンシリーズやたまごっちなどの代表作を持つキャラクターデザイナーの渡辺健二先生。10レンジャーの大獣人やダイナゼノンなどのデザインを手掛けた野中剛先生。フュージョンファイトにてガイアやゼロのシクや UR のイラストを手掛けた松野トンジ先生。同じくフュージョンファイトでセブン一門のシクやダイナの UR などのイラストを手掛けた山口ビル先生。種キャラやメカイラストなどで有名なアズマリア先生など、様々な著名なイラストレーター様がウルトラマンカードに彩りを与えてくれます。あとはまだ決まっていないけれど、海田裕二先生の書き下ろしイラストも見てみたいね。個人的にはフュージョンファイトで UR のイラストを描いてたアンダーソン先生も来てほしいです。さてここからは現在私が個人的に考えている不安点や懸念していることについて話していきます。まず一つ目に関しては皆様も考えているであろう売れるのか、そして流行るのかという点です。確かに売れないとサービス終了になっちゃうしね。まあ流行る流行らないに関しては今後の運営次第ではあるのですが、いきなり世界大会を予定しているとなると相当気合を入れてくるでしょう。そして売れるのかという観点ですが、現状予約サイトでは大方ブースターパックの売り切れをよく見ます。しかし、某工房さんによればどんな TCG でも初段は転売ヤーが群がると言われています。確かにワンプとかドラゴンボールとかコナンとかすぐ品切れになってたしね。ただつぶらや公式としては現在人気がヤバい中国や TCG 発展途上かつ最近人気が上がっている、インドネシアといった東南アジアの国々を中心に流行らせたいと考えているそうです。日本でデュエマや遊戯王、ポケカレベルになるかと言われたらさすがに厳しいと言わざるを得ないと言えますが、他の地域でトップ TCG になれる可能性は十分にあると個人的に考えています。二つ目の懸念点は昭和ウルトラマン、特にウルトラ6兄弟が参戦するかどうかです。6兄弟が参戦しないことなんてある？というのも中国ではウルトラ6兄弟を商品に利用する権利を UMK 会社が所持していると主張しています。じゃあ中国ではウルトラ6兄弟の商品化はされていないの？本来ならそうなりますが、中国ではウルトラ6兄弟にブラザーズマントを羽織らせることで、ウルトラ銀河伝説のキャラクター扱いとなり、6兄弟とは別の権利の扱いとなります。そのため、中国では基本的に6兄弟はブラザーズマントを着たものを使用しています。話を戻しますが、今回ウルトラマンカードゲームは中国でも展開する都合上、この問題は避けては通れません。もちろんこのことを公式が考えていないわけがないのでウルトラ6兄弟が参戦することを願いましょう。三つ目はうちのコミュニティ欄や X のコメントでよく見かけられた懸念点である、ウルトラマンカードゲームはやりたいけどやる相手がいない問題ですね。実際私もその一人です。こればっかりはな。この件は運営が交流会やイベント、大会などをしっかり盛り上げることでギリなんとかなりそうだけどね。発売直後に須賀川でウルトラマンのイベントあるし、私たち主催で交流会でもする？一応考えときます。と言っても今はディスコードとかでリモートでできるから工夫して遊びましょう。他にも細かいこともありますがとりあえずこんな感じでしょう。今後もうちのチャンネルではウルトラマンカードゲームを取り上げていくので今後もよろしければ。もちろん開封動画もやるよ。ぜひよろしくお願いいたします。本日の動画はここまで。チャンネル登録、高評価お願いします。次回の動画も見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。